こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。ご無沙汰してます。青子です。今回取り上げるのは、イタリアの赤い怪物、ブカケの新型モンスターだ。最近、リッタークラスの新型バイクをネタにすることが多いね。国内メーカーの新型ネタがなくなったからですか？はい、正解。台所事情は置いておいて、ブカケはお高いってイメージだったけど、今回調べたモンスターは、車両価格144万5千円からってことで、リッタークラスのネイキッドとしては、今時のそれなりの価格だ。GSA、XS 線と同じ価格帯ですね。そのあたりも考察比較していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話の流れはこんな感じだ。1、ブカティって。2、スペックチェック。3、ライバル比較表。です。ブカケのバイクは初めてネタにするので、メーカーの歴史もちょこっとだけ話してくぜ。では、輪締めか。1、ブカティって。ブカティって聞くと、イタリアの老舗メーカー。だな。今ではバイクの老舗メーカーだが、初期の頃はバイクと全く関係なしの分野で活躍してたぜ。そうなんだ。ブカケのルーツは高品質なコンデンサ生産からだ。この部品の大量生産成功をきっかけに、蓄音機やラジオ、メガネや双眼鏡、オーディオアンプ、自転車など、手広く商材を広げていき、規模拡大を図っていく。ふむふむ。しかし第二次世界大戦が勃発し工場は空襲を受ける。結果的に戦争で車両を立て直す力がなくなるほど、にな。まだバイク生産してないのに。でもこれが、バイクメーカーとなる転機になる。ブカケはイタリア政府の資金援助を受け車両の再建を図るんだが、その新事業の一つが自転車用エンジン生産だ。その後、資金難や国営化などの試練を乗り越え、最先端のバイクを生み出すメーカーとなった。最後はかなり吹っ飛ばしましたね。このあたりの話は色々興味深いところなんだけど、尺都合でカットしました。で、色々あって、今はフォルクスワーゲングループの傘下に入っている。これでブカケは、グループ内の技術的価値を共有することができることになり、より高性能なバイク開発ができるようになった。これで未来は安泰ですね。そうとも限らない。なぜなら、フォルクスワーゲングループ内にはバイクブランドがない。ブカケのバイク技術活用先がないってことで、そのため、定期的にフォルクスワーゲングループからの売却報道が出てくることが、ちらほらあるみたいだ。ドライね。もちろんブカケもこの点は理解していて、商品価値をアップさせるための企画を始めている。例えば、グループ傘下のランボルギーニとのコラボレーションだ。630台限定の、ディアベル1260ランボルギーニってやつですね。そして、今回の新型モンスターの登場も、今後のブカケの新しい戦略を担ってる。どんな戦略なんだろ？じゃ、それは新型の変更点を見ながら探っていこう。2、スペックチェック。モデルタイプ。先代までは、複数の排気量モデルが存在してた。821とか1200とかステルスとかですね。さらに上位版も存在してて、プラスとか R がついてましたね。だな。今回も同じ？今回の新型モンスターは、排気量が 937cc の1モデルのみだ。なので車種名から排気量を示す数字が消えた。上位版としてプラスは健在だ。プラスって、何がプラスなの？スペック的には変わらないんだけど、パッセンジャーシートカバーとマイクロビキニカウルが標準装備だ。ふむ。国内メーカーだと、1シリーズで排気量別モデルをまんべんなく揃えるって場合が多いけど、モンスターは1モデルに絞ったんですね。そうだ。ハーレーの新型スポーツスター S も排気量で別モデルがなくなったし、選択と集中ってことですね。新型には色々な変更が加えられてる。バイク選びの選択肢に、ブカケが候補となるようにな。その話をこの後にしてくれるんですね。はい、喜んで。じゃ、新型モンスターの特徴を見ていくか。エンジン。エンジンは 937cc、水冷2気筒 L 型 DOHC4 バルブだ。確か、エンジンには名前がついてるんですよね。おう、テスタストレッタ11だな。名は体を表すって言うし、どんな特徴があるの？これはムルティストラーダなどに採用されているのと同系列エンジンだ。スーパーバイク系に搭載されるテスタストレッタ、エボルツィオーネをベースとしている。このエンジンを、一般的な走行場面で扱いやすい特性に振ってる。どんな感じ？ピークパワーはほどほどに、出力とトルクは低回転から発生させてる、って感じかな。ほどほどって言っても、出力は111馬力 9250rpm、トルクは 9.5kgfm6500rpm で、街乗りやツーリング用途なら十分ですね。そうだな。先代821と比べると、排気量は 100cc 程度増加してるけど、最高出力は2馬力、最大トルクは 0.8 ニュートンの飛び増だ。同クラスのスズキ GSA、XS 線と比べると、馬力は約40馬力も違いますね。回転数が抑えられてるし。結果、最高出力、トルクも S 線よりは低い。最高出力でなくトルク出力に注目して、加速感とか、蹴り出し感をアピールしてる感じだな。
名前の後ろの11って何ですか？以後の解説は、バージン・ドゥカティエンジンガイドの引用です。11度とは、インテークバルブとエキゾーストバルブがオーバーラップする角度を示すもの。オーバーラップとは吸気と排気いずれのバルブも開いている状態のことで、テスタストレッタ11度の場合、その間隔はクランクが2回転する720度のうち11度あるということを示している。ちなみに、テスタストレッタ、エボルツィオーネのオーバーラップ角度は41度なんだって。角度が違うと、何が違うの？主の頭じゃちゃんと理解できないんだが。おい。解説では、オーバーラップアンクルが大きくなると、高い充填効率高回転時高性能となり、小さくなると工程ごとの変化の減少より規則的な燃焼、燃費の向上、低排出ガスとなるんだって。高性能なレースエンジンを基本に、実用性を考慮したってことですね。って理解です。で、少し驚いたのが、なんだ？ L 型エンジンって、エンジンヘッドがシートの真下にあるんですね。当たり前だのくら。これ、冬は暖かそうでいいですけど、夏はどうなんでしょうね。ネットで調べてみたけど、いろんな意見を見かけたな。おおむね走行中は問題なし、止まるとそれなり、って感じだった。あと、もう一つ。まだあるのか。エンジン名の後ろについてる、デスモドロミックってやつです。これは何？エンジンの給排気バルブをカムによって強制的に開閉する機構のことです。これはなんとなくわかるぞ。なんとなくじゃ困りますが。バルブを開く場合は、カムがバルブを押し込んで、バルブスプリングが縮むだろ？で、バルブを閉じるには、バルブスプリングが元に戻る力を利用している。スプリングを使わずに、バルブを閉じる動作もカムが担当する機構だな。メリットについては割愛するけど、1968年頃から使われているエンジン技術だ。機構自体はブカチ独自の技術ではなく、20世紀の初頭には開発されてた。過去にはメルセデス・ベンツが採用していたが、今ではブカチェイの代名詞にもなってる機構だな。ってことを、今回勉強しました。しかし、2020年末に次世代エンジン V4 グランツーリスモが発表されたが、こいつはデスモ非搭載のエンジンだ。代名詞なのに非搭載。そうだ。きっとモンスターのエンジンもいずれは新機構に入れ替えられ、これからも進化し続けていくと思うぜ。はい、うんちく終了。エクステリア。先代はうねりの効いた駅マニア、縦に並んだ2本出しの大きなマフラー、印象的なトレリスフレーム、など、いろいろ見た目に特徴があったな。今回の新型は、よりスリムになったって感じだな。新型はモンスターのアイコンだった部分が大きく変更されてますね。しかし、今までのデザインを想起させる部分は、うまくイメージが残されていて、知ってる人ならモンスターの新型だ、ってすぐわかるな。テールカウルが少し垂れ下がってる、先代のデザインが好きだったんですが、新型は尖っちゃいましたね。ブカチェに馴染みがない人なら、抵抗なく受け入れられるデザインだな。主みたいに過去のモデルを知ってると、その変わりように思うところがあるかもしれん。きっと先代チックなテールカウルも発売されますよね。そう願う。フレームと足回り。今回の変更の目玉は、パイプフレームの廃止だな。見た目が大きく変わりましたね。モンスターは1993年続く歴史あるモデルだ。その特徴だったトレリスフレームは、新型ではアルミフレーム化された。このアルミフレームは、同社のスーパースポーツモデル、パニガーレ V4 と同じコンセプトのアルミ製フレームだ。スーパーという割にはフレーム太いでかいって感じではないですね。十分太いよ。タンクカバーでフレームの一番太い部分は隠れてるし、タンクに沿うようにウィンカーが取り付けられてるし。確かに、先代みたいにフレームの存在感をアピールしたデザインではないけどな。この新型フレームのおかげで、先代のモンスター821と比べると約18キロ軽くなって、新型の装備重量は188キロだ。めっちゃ軽くなってる。あれこれ、軽量で評判のヤマハ MT-09 より軽いんですか？数値的にはな。ちなみに車両重量は MT-09 は190キロだ。ライディング時の違いをぜひ体験したい。試乗してみたい。で、このフレームの後端はエンジンと接続されてて、エンジンもフレーム構造の一部という構成だ。最近よく聞きますね。その構成。そうだな。先日紹介したハーレーの新型スポーツスター S もこの考え方だ。でもこの構成は新型で採用ってことでなく、以前からの構造だぜ。ふむふむ。シンボルだったフレームを変えたわけですが、他に変わったところはあるんですか？ハンドル切れ角が大きくなったり、シートからハンドルまでの距離が近くなったりしてる。あと、日本仕様はローシートとローサスペンションキット装着で、シート高は 775mm となった。821と比べたら 10mm 低くなってる。軽量化にライディングポジションの変更、エンジン特性変更と、ライダーに優しくなったわけですね。だから、モンスターがブカチの新規ユーザ開拓モデルとなったって邪推したんですね。調べててちょっと残念なのが、持ち上げておいて落とすんですか？歴代のスタンダードモデルにはフロントサスペンションの調整機構がないんだよ。価格帯から考えれば、ついててもいいと思うんだけどな。いじるのは最初だけでしょ？もっと激しくっていうなら、過去モデルを選ぶのもありだな。先代モデルでも十分な性能を持ってるし、高性能サス搭載モデルもあるしな。ですね。メーター、ハンドル周り。
メーターは 4.3 インチ TFT カラーディスプレイだ。昼夜で白基調、黒基調に自動切り替えしてくれる。自動で切り替え、かっこいい。ライトも DRL 搭載で、点灯状況に合わせて、楕円形部分の光量が自動で調整されるぜ。またまたかっこいい。オイルタンクもスモークだな。さらにかっこいい。主が気になったのはバックミラーだ。ボール部分が棒じゃなくて、しっかりデザインされた形状になってる。最高にかっこいい。スライド式のハザードスイッチが赤い。これは普通です。主要装備と電子制御。さ、みんなが気になる電子制御とかの主要装備だ。モンスターの先代は2020年モデルで、ほぼ毎年アップデートされてる。なので装備的には全然古くない。被るところもあるので、一気に説明するぜ。ドゥカティクイックシフト。アップダウン機能が備わったクイックシフターだ。スロットルを閉じる動作や、クラッチを使わずに、シフトアップとシフトダウンが可能だ。ドゥカティパワーローンチ。急発進時に、クラッチをつなぐだけでリアタイヤを空転させることなく強力な加速力が得られる機能だ。ダイナミックターンインジケーター。前後ともに流れるウインカーだな。しかもオートキャンセル付き。ライディングモード。スポーツツーリングアーバンの3モードを設定できるライディングモードだ。ライディングモードはコーナリング ABS、ブカキトラクションコントロール DTC、ブカキウィリーコントロール DWC を搭載し、総合的に制御してくれる。もちろんライドバイワイヤーだ。以上だな。バイクでシーケンシャルウインカーは初めて見ましたよ。しかも埋め込み型だしな。イタリアデザイン、いいですね。3、ライバル比較。じゃ、最後はライバル比較だ。では、比較表、ドン。今回は本体価格に注目して、価格が高い順に並んでます。あと、各スペックの中で一番低価格、高機能、高性能となった車種の背景を赤くしているぜ。本体価格。比較車中で一番リーズナブルなのは Z900 だ。クイックシフターは標準装備じゃないけど、十分な性能、機能を持ってるぜ。登場からモデルチェンジはしておらず、中古車も豊富なので、コスパにこだわるならこいつが一番だな。Z900 も、機会があれば考察してみたい車種ですね。残念ながら、比較バイク中ではモンスターが一番高い。でも、見た目、エンジン特徴、そしてこの価格、性能と値段のバランスは取れてるモデルだと思います。車両寸法。国内仕様はローポジション仕様のモンスターが一番低いな。この車重にこのシート高なら、吊るしの状態で乗っても、扱いに困ることはなさそうですね。これなら気軽に車庫から出して、ささっと乗り出せそうだな。航続距離。S1000 と Z900 が検討してるな。それぞれ300キロを超えてますし、安心できる性能ですね。モンスターはタンク容量と燃費の関係で、300キロには届いてない。S1000 みたいに、ユーロ5対応で低下した燃費を補うため、燃料タンク増量って方法はなかったんだな。やっぱり、軽さは正義ですよ。この車重で 6500rpm でフルトルクだし、かなり尖ってると思います。支援機能。クルーズコントロール搭載の MT-09、F900R は流行りの制御は全部乗せ状態だな。モンスターの支援機能は、他社にはないサーキット向けの機能が豊富ですね。ウィリーコントロールや、パワーローンチコントロールとかのことだな。ネイキッドでここまで装備されているのはモンスターぐらいだな。こんな感じだな。まとめ。どうだ、新型モンスターは、欲しくなった？欲しいですよ。やっぱりブカケってネームバリューと、このデザイン、そして性能。乗れるものなら乗ってみたいです。問題は、どこで買うか、ですよ。その問題か。会社を正規ディーラーで買って、維持し続けるのは夢だけど、その分の費用は覚悟する必要があるからな。主ならレッドバロンで新車購入してメンテ、って流れになるよね。それならあまり問題ないんじゃないの？現実的には、それだよな。モンスターの整備代ってどんなもんか、今度店長に聞いてこよ。というわけで、購入候補にモンスターも追加されたのであった。新型モンスター、モンスタープラスは、2021年6月26日より発売開始だ。気になる人は、お近くのレッドバロンへゴー。主のバイク探し旅は、まだまだ続く。お次は青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。今回は主が気になっているヘルメットの話題です。ヘルメットか。しばらく変えてないな。コスパ、機能性、デザインの3つが揃った OGK カブトの隆起エナジーの紹介です。すでに発売されているモデルですよね。そうです。松陰や荒井のシステムヘルメットと比べてリーズナブルだったので、発売当時から気になっていたのですが、見た目がちょっとでして。ザクに見えるんだろ？言ってしまいましたね。シールドの下から口にかけての無塗装部分が、ザクの動力パイプって言いたいんだろ？そうです。それが、新製品のグラフィックモデルでは、ザク感が少なくなってるんですよ。これらの許せるかなと思ってます。ザク好きに喧嘩売ったな。そんなつもりはありませんよ。システムヘルメット、インナーサンシェード、軽量化と
使い勝手も3拍子揃って、税込み価格39,600円です。新しいバイクを買うときには、ぜひ車体に合わせたカラーリングを選びたいと思ってます。いつになることやら。では、今回はこの辺で。それでは、See you!